やっほー皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード38撮っていきたいと思います。今日の日付は7月の28日です。7月28日の火曜日にこのポッドキャストを撮っています。みんな今週どうだった？今日は本題に入る前に一つだけ皆さんにご報告したいことがあります。この度私の YouTube チャンネル登録者数4万人を突破いたしました。イエーイ！ありがとうございます。前回の動画で、あともうちょっとで4万人なので、皆さん、チャンネル登録お願いしますっていうことをね、お伝えしたら、すっごいたくさんの方がチャンネル登録してくださって、一気に4万人を突破することができました。本当に皆さんの日々の応援のおかげで、ここまで来れたなって思ってます。皆さん本当にありがとうございます。はい。チャンネル登録者5万人をね、目指してるんですけど、なかなか1万人増えるのって結構難しくて、波がすごくあるんですけど、着実に毎日、ちょっとずつですけど、チャンネル登録者が増えてきていて、はい。本当に皆さんに感謝しております。いつもフォローしてくれてるみんなに、絶対に将来、いい恩返しができるように、私も何かできたらいいなって思ってます。本当にみんなありがとうございます。皆さんは私の YouTube のどんなところが好きですか？なんかそれめっちゃ聞いてみたくて、今すごくたくさん YouTube でも、日本語のポッドキャストをしている方々がたくさんいるじゃないですか。で、たくさんのクリエイターというか、たくさんの YouTuber がいる中で、皆さんはなんで私の YouTube を見てくれてますか？すごい気になるので、もしよかったら教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録者が5万人いったら、いつか YouTube ライブをやってみたいな。YouTube ライブをして、なんか本当に生で見てくれてる皆さんとライブで交流できたらいいんじゃないかなっていうのをなんとなく考えてます。けど、まあどうなるかわかんないんですけど、本当にいつも見てくれてる皆さんありがとうございます。これからも応援お願いします。みんなで一緒に5万人行きましょう。はい。今回の動画はね、結構面白いテーマなんじゃないかなって思いますし、これも結構みんなが気になってるポイントなんじゃないかなって思います。はい。今回の動画は、日本人はなんで直接断らないのかです。皆さんこんな経験ないですか？なんか日本に来た時に、例えば日本人の女の子とデートしました。で、また今度一緒に飲みに行こうよって女の子が言ってくれた。けど、結局そのまた今度が実現しなかったとか、例えばみんなが週末どっか出かけようよって誘った時に、またなんか都合見て連絡するねみたいな感じで言ってもらったけど、その連絡が一切来なかったとか、ね、そういう風なことを経験したことないですか？結構これ多いんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、私もね、生徒さんとお話ししてる中で、結構そういうの聞くんですよね。そのデートだけじゃなくて、本当に友達同士の予定を立ててる時とか、まあビジネス面でもそうですよね。ビジネスシーンでも、本当になんか、日本人って直接的にノーって断ったりしないから、結局何考えてるかわかんないみたいな。で、これって本心なの？それともやんわり断られてるの？みたいな。多分これって外国人のみんなからしたら、本気で日本人に断られてるのか、それとも全然また誘ってもいいのか、これからどんどんそれを計画を進めてもいいのかどうかみたいなね、混乱ポイントだと思うので、今日はちょっとそれについてお話ししていけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、結構残酷な事実、現実を突きつけてしまうことになるかもしれないんですけど、はい、最後までみんなが楽しんで聞いてくれたら嬉しいなって思います。ですし、まあ、この動画が皆さんのためになったらいいなって思ってます。はい。なので今回も最後まで楽しんでみてください。そして今回もチャンネル登録忘れずにお願いします。はい。ということで早速今回も本題に入っていきたいと思います。皆さんね、なんか絶対こういう経験あると思うんですよ。私も正直もう日本人として生きてきて日本人なので、どういう風に断るかって言ったら、正直に、いけませんとか、あなたとはもうデートに行けませんなんてストレートに答えないですね。なので絶対に私もめっちゃやんわり遠回しに断ってると思うんですよ。無意識にね。そ
けど、これすごいみんなにとっては本当に混乱ポイントだと思うので、今日はもうしっかり現実をお話ししていきますね。まず結論から話すんですけど、なんで日本人がそういう風に直接的にノーって言わずに、遠回しになんかやんわりと断るかっていうと、それは優柔不断だからとか、日本人が冷たいからとかそういうわけではなくて、逆に日本人はそのノーってストレートに言うことで相手を傷つけたくなかったり、その場の雰囲気を悪くしたくないんですよね。わかるかな？だから日本人はあえて、すみません、ごめんなさい、無理ですってストレートに言うんじゃなくて、また都合ついたら一緒に行こっかとか、また時間あったら一緒行こうとか、また今度行こうみたいな感じで、ちょっと可能性を持たせるというか、完全に 0% じゃないですよっていう可能性を残した状態で断るみたいなのはよくしますね。これはもう日本人あるあるなんじゃないかなって思います。やっぱり日本では、この和を大切にするというか、思いやりを大切にするというか、空気を読むみたいな文化があるじゃないですか。だからね、そこで直接的に断ってしまったら、相手の気持ちを傷つけてしまうなとか、特に二人でもう直接一緒にいる状況で断るとかは特にしにくいよね、日本人にとって。メールとか LINE とかだったら、もしかしたら、ごめんなさい。やっぱり出かけることはできません。ごめん、やっぱり無理だわ。みたいな感じで直接言うことは言いやすいのかもしれないんだけど、やっぱ直接いる状況で断るとかすると超空気悪くなるじゃないですか。それを日本人は多分嫌ってるんだと思うんだよね。私もそれはしたくないなって思っちゃうから、だからなんかその直接断る代わりに日本人の人はやんわりと断るっていう習慣があるんじゃないかなって思います。やんわりとまた今度行こっかみたいな感じで言うことで、相手のメンツを保ちながら、メンツを保つっていうのは相手のプライドを傷つけないって感じかな。相手のプライドを傷つけずに、今回はなしでっていうのを伝えることができるじゃん。それが日本にとってはなんか思いやりの文化みたいな感じで捉えられてるのかなって思います。実際に日本人がその断るときによく使うフレーズっていうのを皆さんにちょっと今日はお話紹介していきたいなと思っていて、これ言われたらノーだなっていうのは覚えといたらいいかもしれません。結構100% じゃないんですけど、もちろん 100% じゃないし、人によるし、文末にもよるし、全部なんか本当に状況によるんですけど、だいたいこれ言われたら、断られてるって思ってもいいんじゃないかなっていうのを今日は紹介していきたいと思います。まず一つ目ね。私も結構使うんだけど、ちょっと難しいかも。はもう、ほぼほぼ 95% ぐらい無理ですよね。はい。なので、もしデートとか女の子誘った時に、その日ちょっと難しいかもって言われたら、ほとんど無理だと思ってていいと思います。残念ですけど。これね、私結構確信ついてるんじゃないかなって思うのがあって、もうちょっとっていう言葉が出たら、結構無理です。はい。残念なんですけど、ちょっとっていう言葉がもう出た瞬間、日本人のネイティブとしては、もう無理なんだなっていうのを推測するかな、私だったら。だから、ちょっと難しいかもとか、ちょっと用事あるかもとか、ちょっとわかんないなみたいな、そういう感じ、なんでもいいんだけど、ちょっとっていう言葉が入るだけで、結構もう、無理なのかなって私だったら思う。で、みんなももうそれは、そういうものだと思ってても、ほとんどいいんじゃないかなって思います。本当にその日のタイミングがわかんないとか、その日の仕事の状況がちょっとまだわかんないってなってるだけかもしれない。それで言ってるだけかもしれないけど、でもそこにちょっと期待をかけてしまうのは、望み薄いかもなって私は思います。次はね、よく言うのは、また機会があれば一緒行こうみたいな。機会があればっていう言葉ですね。これも私も結構使うなって思うんだけど、機会があればっていうのはまたね、そのチャンスがあればっていうことだよね。機会があればって。ね、なんかいいチャンスがあったらまた行こうよっていう時に言えるんですけど、機会があればって言ってるけど、100% 大体その機会はもう来ません。
はい。なので、機会があればって言われたら、まあ、多分なしなんだなって思っててもいいんじゃないかなって思います。残酷だね、これね、結構。まあ多分これみんなも日本人の女の子と、こうデートの話とかしてて、結構言われる言葉なんじゃないかなって思うんですけど、機会があればっていうのは、まあ、ほとんどその機会は来ないなと思います。次はね、また今度ですね。これはさっきの機会があればとほとんど同じなんですけど、まあまた今度行こうっていう感じで言うけど、実はもう絶対行かないっていう感じ。そのまた今度が本当に実際に実現する場合ももちろんあるんですけど、まあ、もしまた今度行くんだったら、本当に好きな人とかだったら、絶対に今度じゃなくて、今、行けるチャンスがある今、行きたいって思うと思うし、また今度って言われてるんだったら、その今度は来ない可能性高いんじゃないかなって私は思ってます。本当にまた今度行きたいって思ってる場合は、絶対に、じゃあまた今度行こうって言って、その後に私から確実な日時を提示する。例えば、男の子が一緒に私たち居酒屋に行きました。で、その男の子が、今からじゃあ次2軒目行くみたいな。バー行くって言われた時に、私が行きたくないって思ったら、その男の子とはもうちょっとないかなって、もうバー行きたくないなって思った時に、また今度行こうみたいな。今日はなしにしてまた今度行こうかみたいな感じで言うとするじゃん。で、それは脈なしの場合ね。で、もしその男の子のことがちょっと気になってるけど、本当に明日の仕事早いし、今日はもうバーに行ってる余裕がないから、また今度行こうっていう意味で言ったとしたら、絶対に私から時間を提示しますね。例えば、来週の水曜日とかどうとか、来週の土日だったら空いてるけど、来週の土日に行けないみたいな感じで、日時を確実に提示します。それがないんだったら、もうほとんど脈なしというか、そのまた今度は来ないと思ってていいんじゃないかな。なんか期待しなくていいんじゃないかなって思います。はい。ちょっと残酷。まあ、あとは多分ビジネスシーンで結構使う言葉にはなるんですけど、検討しますっていう言葉もね、結構日本人断るときによく使うんですけど、ちょっとでも検討しますっていう言葉自体がフォーマルなので、日常会話で、その予定を決めるときとかに、検討しとくね、みたいなのは、結構フォーマルすぎるかなって私は思うんですけど、検討するっていうのは考えることではあるので、検討しとくねって言われたら、まあ考えとくねってことなんだけど、まあ、ほとんど言ってるだけで社交辞令ですね、これも。検討しとくねって言ってるけど、実は全然考えてないと思いますよ。多分、まあ、60%、70% は前にもう進みませんっていう意味じゃないかなって思います。はい。だからこれも言われたら、ちょっと断られてるかなって察しがつくかなと思います。本当にこれデートとかだけじゃなくて、いろんな場面でみんな使ってるんで、例えばその大人数の飲み会とか、社内の飲み会とかで、田中さん今日来るって私が聞かれた時に、ちょっと検討しときます。みたいな感じで言って、実は、絶対行きませんみたいな感じで思ってるとかね。そういう風にも多分日本人よく使ってると思うので、デートだけじゃないですよ。友達同士とか大人数で遊びに行く時の予定立ててる時とかにもめちゃめちゃ使ってる表現なので、はい。これは覚えといてほしいです。その他は、前向きに考えます。これもめっちゃ使います。前向きに検討しますとか、前向きに考えますみたいな感じで、さっきの検討しますとちょっと似てるというか、その前向きにっていう言葉をつけることで、ちょっとポジティブっぽく、ちょっと可能性高くなるんだけど、でも、前向きに検討しますって言ってるけど、多分60% ぐらいはなしかなって思ってるかな。そういう状況なんじゃないかな。ただ普通に、考えときますとか、検討しますっていうよりかは、前向きに検討しますとか、前向きに考えとくねって言うと、ちょっとは前向きなので、可能性あるかも、みたいな感じにはなるかもしれませんけど、聞こえだけの場合もあると思うので、それをつけることで、ちょっと柔らかくしてるみたいな部分はあると思うな。実際は、全然前向きに考えてなかったりっていう場合もあると思います。はい。
まあでも、今まで私が言った、ちょっと難しいかもとか、機会があればとか、また今度ねとかさ、検討しますとか、前向きに考えますとか、これらの表現は、なんか言われたからって絶対に 100% なしかって言われたら全然そういうわけではなくて、ただ、まあ、それ言われたってことは、まあ、結構、なし寄りの可能性が高いなって思ってていいんじゃないかなっていうことで、100% そこに期待をかけるのも、ちょっと違うかなっていうので私は伝えたかったんですね。それでさ、なんか期待しちゃって、結局何も起こらなくて、悲しみたくないじゃん？で、みんなにも、それはなんか、実際に日本人がね、こういうのを断り文句として使ってるっていうのを知ってほしいので、今日はこの動画を撮っています。そうですね。みんなもなんかこういう言葉を聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか？はい。で、ここからは、みんなが、その日本人からこういう今まで言ったような断り文句を言われた時に、やってほしくないこと。言ってはいけないこと。NG 行動を紹介していきたいと思います。まず一つ目は、理由を追求するみたいなことです。例えばね、じゃあみんな想像してみてほしいんだけど、みんなが私に、今度の土曜日飲みに行かないって聞いてくれたとするじゃん。で、私が、土曜日ちょっと難しいかもって言いました。で、ここでみんながやってはいけないことは、なんで？とか、土曜日なんか予定があるの？とか、仕事があるの？とか、そういう風になんで来れないの？っていう理由を聞くこと、追求すること、これだけはちょっと避けた方がいいんじゃないかなって思います。なんで仕事があるの？とか、予定があるの？みたいな感じで、理由を聞くっていうのは、なんかね、私たちからしたらすごい問い詰められてるような気持ちになるというか、なんでいけないの？なんでって言われると、ちょっと責められてるみたいな気持ちになっちゃう気がするな、私だったら。ちょっとって言ってる時点で結構、もう行きたくないですみたいな感じの曖昧な断り方なのに、もうそこでサイン出してるのに、そこを追求するっていうのは、この人ちょっと空気読めないのかなとか、なんか、デリカシーがないのかなって思っちゃうかも。私は。そうだね。だからそこを追求するっていうのは、みんなにはしてほしくないなって私は思います。はい。これ一つ目ね。みんながやってはいけないこと。追求する理由を。仕事があるの？とか、もう予定があるの？とか、なんでダメなの？みたいな感じで、理由を聞くっていうのは避けるべきかなと私は思います。二つ目の NG 行動。NG ではないんだけど、ちょっと、気まずくなっちゃうかもっていうのは、その曖昧な返事をイエスだと思って進めてしまうっていうのは結構気まずくなるポイントかもしれません。例えばですけど、前向きに検討しますって言って、で、みんなが、前向きにっていうことは、それは全然進めてもいいんだなって思って、じゃあ具体的に日程はどうしましょうかみたいな感じで話を進めていくとするじゃん。こちら側としては前向きに検討しますって言ってるけど、実は結構もう進めたくないですっていう気持ちだった場合、すごいそれってなんか気まずってなっちゃうんだよね。わかるかな？だから、なんかそこは勘違いして、もうイエスだと思って、具体的に日程を提示とかされると、もっともっと気まずくなって、もっともっと行きたくないって思ったり、もっともっとこれ前に進めたくないって思っちゃう原因になるかも。実際にじゃあどうするかっていうと、注意してほしいポイントが何個かあって、まず一つ目ね。もし、みんなが、提案したとき、じゃあ今から2軒目行くってみんなが言ったとか、じゃあ今週の土曜日一緒に飲みに行くってみんなが誘ったときに、ちょっとでも返事に間があるというか、ってちょっと考えてるみたいな間があったら、それは結構、なんか、あんまり行きたくないっていうか、脳の表れではあるかもね。じゃ考えてる。だって絶対行きたかったらさ、もう即答で、行こうってなると思うんですよ。けど、どうだろうってちょっと考えてるっていうのは、もうその考えてる素振りを見せるっていうのは、もうつまり、なしですよっていうのの表れなんじゃないかなって私は思います。
はい。なので、そこにね、ちょっと間があるとか、考えてる素振り見せられたって思ったら、それはノーかなって思っていいんじゃないかなって思います。で、私言ったけど、ちょっととか、とか、どうかなみたいな、こういうような関連の言葉が出たら、ほとんどもうそれは断りのサインかなと思っていいんじゃないかなと思います。あとは、それに、例えばみんなが土曜日飲みに行かないって言ったのに対して答えずに話題を変えられるとか、例えば、土曜日飲みに行かないって言ったのに、そういえば私土曜日野球見に行くんだよねみたいな感じで、話題変えられたとするじゃん。それはもう、ノーのサインですよね。確実にノーって言ってるサインだと思います。なので話題変えられるとかも、みんなが、これはもう断られてるんだなって思っていいと思います。そうだね。だからこういう3つですね。このとか、ちょっと、そうだなみたいな感じの微妙な言葉とか、質問に答えずに話題変えられるみたいなのは、断られてると思っていいと思います。みんなもそこに期待をかけて、落ち込んでしまうみたいなのを私はしてほしくないので、そこに無理に期待をかけなくてもいいんじゃないかなって思ってます。みんな傷ついてほしくないからね。もしみんながこれらの3つのサインを日本人との会話の中で感じ取ったとしたら、みんなに、さっきね、私はもう理由を問い詰めるなとか、イエスだと勘違いして予定立てようとすんなとか言ったと思うんだけど、じゃあみんなどうすればいいんっていう話だと思うんで、はい。でね、私が思う正解の返し方教えます。私的にみんなが言うべきなのは、全然大丈夫だよ、また今度で。みたいな感じで、相手を問い詰めずに、逃げ場を作ってあげるみたいな感じかな。なんでっていうこともなく、予定を無理やり立てようとすることもなく、オッケーオッケー、わかったっていう感じ。だからよく使える言葉としては、大丈夫だよ、また今度でって言ったりとか、無理しないでねって言ったりとか、そうすることで相手も、別に無理に行かなくてもいいんだなって思うと思うし、あとはね、全然行けたらでいいよみたいな感じで、軽く返してあげると、断った側としても嫌な気持ちにならないというか、傷つけちゃったなっていう風に悲しくならないので、それはいいと思う。私も結構使うかも。友達とかと予定を立てるときに、友達が、その日ちょっと仕事で忙しいかもとか言われたら、ちょっとその日は厳しいんだろうなっていうのを察して、全然、もう行けたらでいいし、みたいな。無理しなくていいよって言ってあげたりとか、そういう風に言うのが一番いいんじゃないかなって思います。プレッシャーを与えるのが一番良くないよね。プレッシャーを与えずに、相手にも逃げ場を作ってあげて、相手も断っていいんだなっていう思いにさせてあげることが、大人の対応というか、ちょっと一歩上手の対応なんじゃないかなって思うので、もしね、そういう風な断りのサインを見たとしても、別に断られることは怖いこととかでもないので、そうですね。そっから関係が悪くならないように、うまくね、まるっとできるように、オッケーオッケーみたいな、じゃあまた今度でいいよとか、気が向いたら教えて、みたいな感じで返してあげるのが結構いい対応なんじゃないかなって思います。特にデートとか、女の子、男の子誘う場合、そういう場合に使えるんじゃないかなって思います。逆にね、多分そういう風にすぐに察して、これはちょっと NG かもって察して、全然無理しなくていいよ、みたいな。また今度でいいから、プレッシャーを与えない返しができる人って、すごい私からしたら、この人めっちゃ察しがいいんだなとか、すごいこっちの気持ちまで考えて、気まずくならないように、そういう風に答えてくれてるんだなみたいな感じで、結構好感度上がると思うんですよ。なんでみたいな。なんでって理由問い詰められると、なんでみたいな。なんで逆に問い詰めてくんのみたいな。言いたくないしって思っちゃうと思うけど、そこをあえて、プレッシャーを与えずに、答えれる人ってすごい気が利くんだなとか、こっちの気持ちを考えてくれてるんだなっていう風な気持ちになるので、はい。逆に好感度上がって、
あ、やっぱりあの人ともう一回居酒屋行ってみようかなっていう思いにもなるんじゃないかなって、ワンチャン思います。はい。そんな感じかな。そうだね。まあ、本当にこれ、デートでも、友達関係でも、ビジネスでも、本当人間関係ですごく大切なスキルだと思うんですけど、相手の気持ちを考えていろいろと発言できる人って素敵ですよね。うん。だから自分が断られたからって言って、なんか悲しくなっちゃって、すごい、なんでって相手を問い詰めるんじゃなくて、相手に断ることを不快に思わせないというか、断ってもいいんだなって思わせてくれる人ってすごい器が大きいというか、そういう人がすごい素敵だなって私は思います。はい。で、今回はね、ちょっと日本人の断り方についてお話ししてみたんですけど、皆さんどう思ったでしょうか？日本人の断り方って本当に冷たさとかじゃなくて、本当に思いやりの裏返しというか、相手のこと傷つけたくないからこそ、そういう風な遠回しの表現になってしまってるんですけど、ストレートにノーって言わないんですけど、本当にそれは時にちょっと残酷でもあるんですけど、日本人のやっぱり思いやる文化から来てるのかなと私は思います。だからそういうね、曖昧な言葉、機会があればとか、また今度ね、時間があればね、みたいな感じの、その言葉の裏にある気持ちを読み取れるようになると、すごい人間関係がスムーズになると思います。日本人に関わらずですけどね、これは。そういうふうに私は思いました。みんなの国では断るとき、どういう風に断りますか？もうストレートにノーって言うんですか？どうですか？日本人みたいに結構遠回しに断ってるっていう国の人もいるのかなと思うけど、皆さんの国の断り方をぜひ教えてください。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わろうかなと思います。今回の動画も最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。今回の動画もいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。